今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第9弾。誰でも砕け散った惑星に到達できる最新の攻略方法を、これまでご紹介できなかった上級者向けのテクニックもご紹介しながら完全解説します。今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵がパイプライン長320の壁を複数台のポンプによる縁切りで乗り越える方法や、石炭液化のパイプラインが詰まらないよう貯蔵タンクを使った回路で生産高を完全制御する方法や、砕け散った惑星の攻略に向けたロードマップや最初にやるべき無限研究など徹底解説します。いつものように息つく間もないスピードで解説しますので、今のうちにチャンネル登録と高評価できる方はハイプもお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、生産性爆上げ、石炭液化ラインへ完全移行。ウルカヌスでの生産体制は整いましたが、石油不足でプラスチック棒の生産がボトルネックになってしまいました。そこで石炭の液化をアンロックして石炭液化による石油生成を始めます。簡易石炭液化は10個の石炭から重油50しか生産できません。一方、石炭液化なら同じ石炭10個で重油65に加えて軽油20、石油ガス10まで製造できるため生産性が高いです。また簡易石炭液化には硫酸と方解石も必要ですが、石炭液化ならば蒸気50だけで製造できます。このようにウルカヌスで貴重な資源である石炭と硫酸を大きく節約できるため、石炭の液化がアンロックできたら簡易石炭液化から石炭液化による生産に切り替えましょう。まずは石炭液化工場を作るための事前準備を行います。まずロボットネットワークの外で組み立て機を設置し、レシピをドラム缶を重油で満たすに設定します。そしてドラム缶のスロットでQキーを押して左クリックし、この組み立て機をコピーして重油のパイプラインに8つ貼り付けします。しばらく待っていると建設ロボットが運んできたドラム缶に重油が充填されます。石炭液化の材料として25の重油が必要となりますので、この重油は石炭液化を始動させるときに使います。次は既存の生成工場を撤去します。簡易液化の生成所や重油分解、水蒸気用の化学プラント、そして崖用爆薬のモールは後で使うため切り取って別の場所に貼り付けておきます。必要なレイアウトを別の場所に移したら、既存の簡易石炭液化工場は乾燥ベルト、インサーターや広域電柱ごと全て解体します。時間をかけて作ったこともあり少し名残惜しいですが、生産性を上げるため仕方ないと割り切りましょう。石炭交渉の枯渇を少しでも遅らせるために生産速度モジュールを生産性モジュールに差し替えておきました。また石炭が足りなくなるといけないので大型掘削機を増設しておきました。チャプター2、停電ゼロ、石炭液化プラントの作り方。それでは更地になったこの敷地に石炭液化の原油生成所をレイアウトしていきます。まず原油生成所のレシピ設定を石炭液化に変更します。次にパイプ、地下パイプ、高速インサーター、高速搬送ベルトや高速分配機をこのようにレイアウトします。そして生産速度モジュールを挿入したビーコンを設置し、石油ガス用のパイプラインも配置します。最後に広域電柱を設置し、出来上がったレイアウトをコピーして全部で12台となるように設置すれば、石炭液化の原油生成所のレイアウトは完成です。高速搬送ベルトを延伸して石炭を運び込んでおきます。また高速分配機の出力優先順位には右と設定しておくと、高速搬送ベルト2本分の石炭を原油生成所へ流し込むことができます。続いて蒸気を作る化学プラントをレイアウトしていきます。まず
取り置きしておいた3の中和にレシピ設定した化学プラントをこのように設置します。次に高速搬送ベルトを延伸して崩壊石を引き込み蒸気のパイプラインを接続します。仕上げに化学プラントへパイプラインを敷設して硫酸を引き込めば石炭液化の原油精製所が完成です。ところで発電所の硫酸が切れてしまうと蒸気タービンが止まって停電してしまいます。硫酸を使いすぎないようちょっとした回路設定をしておきます。まず貯蔵タンクを設置しパイプ類で接続して硫酸を貯めておきます。次に化学プラントと貯蔵タンクをレッドケーブルでつないで硫酸大なり4万と設定すれば完成です。これで貯蔵タンクの硫酸が4万未満になると硫酸の消費が止まるので硫酸切れで停電しなくなります。チャプター3重油ループ完成石炭液化工場の始動。石炭液化工場ができたので重油を投入して始動させます。まずロボットネットワークの外側で組み立て機を設置し重油入りドラム缶を空にする2レシピ設定します。次に重油入りドラム缶のスロットでQキーを押して左クリックしこの組み立て機を切り取ります。最後に切り取った組み立て機をこのように8台貼り付けてパイプラインで接続すれば先ほどストックした重油が原油精製所に投入されて石炭液化が始まります。この組み立て機はもう使えませんので解体します。石炭液化を始めるには重油25が必要ですのでこのように貯蔵タンクとパイプラインをレイアウトすると生産した重油を材料として使えるようループさせることができます。これで軽油と石油ガスのパイプラインが満タンになるまで石炭液化が繰り返されます。今度は作った重油を軽油や石油ガスに分解していきます。まず取り置いておいた重油を軽油に分解と軽油を石油ガスに分解の化学プラントを切り取って V キーで反転させて全部で40台になるように貼り付けます。原油精製所12台に対して化学プラントが20台あると横幅がピタッと揃って気持ちいいです。そしてビーコンをコピーして貼り付け生産速度を上げます。次に貯蔵タンクパイプと地下パイプを使って原油精製所と化学プラントの重油と軽油パイプラインと接続します。最後に取り置いておいた蒸気凝縮の化学プラントをそれぞれ2組貼り付け蒸気のパイプラインを接続すれば完成です。重油と軽油が軽油と石油ガスに分解されていきます。このままだとこのように重油を全て軽油に分解してしまうのでここで石炭液化に必要な重油が残るように簡単な回路設定をします。まずレッドケーブルで全ての貯蔵タンク化学プラントと原油精製所を接続します。次に重油を軽油に分解の化学プラントには重油大なり1000と回路設定すれば完成です。この回路設定で貯蔵タンクの重油が1000未満だと重油は軽油に分解されないので重油はいつも1000以上になり石炭液化のプロセスが止まらなくなります。石油ガスの作りすぎでパイプラインが詰まるのを防ぐため軽油を石油ガスに分解の化学プラントには石油ガス小なり1万原油精製所には石油ガス小なり2万と設定しておきました。チャプター4美しい工場へ全体レイアウトの調整。原油生成のラインをゼロから見直したので他のアイテムの工場レイアウトも見直していきます。まずロケット燃料工場は切り取って V キーで反転させて貼り付け先ほど作った化学プラントと横幅を合わせるように貼り付けていきます。これで全部で20台の化学プラントと組み立て機でロケット燃料を製造できます。そしてロボットステーションをずらっと並べて
建設スペースを確保しておきます。次は石油ガスのパイプラインをプラスチック棒工場と接続して供給すると、止まっていたプラスチック棒の製造が再開します。さらにロボットフレーム工場を切り取ってロケット燃料工場の下にこのように貼り付け、ロボットフレーム工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを電気エンジンユニットに変更して貼り付けます。そして潤滑油の化学プラントをこのように切り取って移設して重油のパイプラインをつなぎます。同様にロボットフレーム工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターをエンジンに変更して貼り付け、元あったエンジンユニット工場を解体すればレイアウト調整は完了です。止まっていた原油精製所と化学プラントや電子基板、発電基板や制御基板工場などが一点に動き始めました。崖用爆薬の工場を忘れていました。こんな感じですっきりとしたレイアウトにしてみました。いかがでしょうか。チャプター5、停電を回避、ポンプジャックの増設。石炭液化によって石油ガスを安定的に生産できるようになったので、蒸気タービンの蒸気の消費量が爆増しています。これによって硫酸の消費量が爆増し、供給が足りなくなってしまいました。このままにしておくと硫酸の供給が不足し、工場全体が停電してしまいます。この工場には約3ギガワットの電力を確保するために蒸気タービンを約500台設置していますが、出力全開で動かすためには毎秒3万の蒸気が必要で、この蒸気を生産するためには毎秒3000の硫酸が必要になります。現状ポンプジャックを30台近く設置していますが、これだけあっても採掘量は毎秒1300です。生産速度モジュールを挿入しても採掘量は毎秒2100で全然足りません。しかも硫酸は原油と同様に採掘すればするほど採掘速度が遅くなっていきます。詳しくは概要欄のショート動画で解説しています。なので拠点の南東部分にあった硫酸の間欠線にポンプジャックを設置してパイプラインで接続し、硫酸の供給量を増やすことにしました。ポンプジャックの数がこれほど多いと地下パイプなど使ってきれいにレイアウトするのはとっても時間がかかるので、地下パイプを一切使わずパイプだけでパイプラインを敷設しています。このパイプラインをそのまま接続してしまうと全体のパイプライン長が320を超えてしまい、硫酸の供給が止まって工場全体が停電してしまいます。そこでポンプを設置して縁切りをし、パイプライン長が320を超えないようにしました。ただポンプ1つだけでは毎秒1200の流量しかありませんので、このようにずらっと複数台並べることで流量不足を解消することができます。ポンプジャックの増設と生産速度モジュールの挿入により硫酸の生産量が消費量を上回るようになりました。チャプター6、目指せ砕け散った惑星工場拡張方針。ウルカヌスの拡張が一段落しましたので、ここで少し立ち止まって今後のマイルストーンを整理します。砕け散った惑星までの航路はなんと400万 km もあります。なのでこれまでのように準備しておいた弾薬だけでは走破できません。レールガンやロケット弾など必要な弾薬は全て宇宙プラットフォームで生産する必要があります。また他のアステロイドの2倍の耐久力を有するプロメチウムアステロイドが無数に発生します。レジェンド品質のレールガンタレットやロケットタレットがなければ撃破しきれません。さらに宇宙プラットフォームの幅は広ければ広いほどアステロイドにぶつかる範囲が広くなってしまうので、鋳造路、組み立て機や低温プラントなどはレジェンド品質で固めてなるべくコンパクトにレイアウトしなければなりません。
これだけのレジェンド品質のアイテムで固めるには大量の資源が必要です。また少ない武器弾薬で迫り来る大量のアステロイドを破壊するため、特にロケット弾の威力を無限研究で極大化しなければなりません。なので今後の工場拡張方針は、まず有り余るほどの電力を確保して圧倒的な生産速度でアイテムを生産できるようにし、次にレジェンド品質の素材を安定的に生産し、レジェンド品質のアイテムで固めた宇宙プラットフォームを作って、最後に無限研究でロケット弾やレーザーのダメージを極大化していくこととします。そこでまず手始めにたった4種類のサイエンスパックで研究を進められる掘削効率の研究レベルを上げていきます。掘削効率の研究は石炭、廃材やリチウム塩水などの有限の資源の枯渇を抑制できるだけでなく、無限に採掘できる原油、フッ素や硫酸の採掘速度も上げられます。また採掘速度が上がる結果として電力を節約できます。しかも研究コストは1レベルごとに1000しか増えないので上げやすいです。ちなみに鋼材生産性や制御基盤生産性の研究コストは1レベル上がるごとに 1.5 倍となります。また1種類の素材の生産ボーナスしかつきません。さらに生産ボーナスはプラス 300% が上限となりますが、掘削研究にはこの上限がありません。なのでこの後は掘削効率を優先してレベル上げしていきます。チャプター7、量産開始、製造サイエンスパック工場。ゴールが明確になったところで気を取り直して製造サイエンスパック工場をレイアウトしていきます。まずは製造サイエンスパックの材料の一つ、レールの工場を作ります。まず鋳造炉の隣に組み立て機3を2つとインサーターを設置し、レシピをレールに変更して生産速度モジュールを入れます。次に制御基盤工場のインサーターとチェストをシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターをレールに変更して貼り付けます。要求チェストには石を2000個を自動リクエストしておきます。そして出来上がった工場をそのままコピーし、パラメーターを鉄筋に変更して H キーで反転させて貼り付ければレール工場の完成です。隙間をビーコンで埋め、工場全体をコピーして貼り付けて全部で4台にすれば完成です。溶融鉄のパイプラインが途切れていたので地下パイプでつなぎました。次は電気炉を生産します。まずは電気炉の材料、石レンガ工場です。まず電気炉を設置し、生産速度モジュール3を入れてインサーターを設置します。続いてチェストとインサーターをコピーしてパラメーターを石レンガ4400、4000に変更します。最後に出来上がった石レンガ工場をコピーして全ての鋳造炉に貼り付ければ完成です。さらに電気炉工場はエンジン工場をコピーしてパラメーターを電気炉に変更し貼り付けることで配置します。最後はメインの製造サイエンスパック工場です。まずエンジン工場をコピーしてパラメーターを製造サイエンスパックに変更し貼り付けます。次に要求チェストの物流リクエスト設定をした上でこの設定をコピーしてパラメーターを300、10、8800、32000と変更して貼り付ければ製造サイエンスパック工場の完成です。これで製造サイエンスパックが32000個になるまで自動で製造し続けてくれます。空いたスペースを生産速度モジュールの入ったビーコンで埋め、もう一組同じ工場をレイアウトしておきます。ちなみにたった16台の組み立て機だけで毎分760個ものサイエンスパックを生産可能です。物流ロボットの移動距離を短くするため生産性モジュール工場と生産速度モジュール工場を製造サイエンスパック工場の近くに移設しました。次回は残りのサイエンスパック工場をコピペで一瞬で建設し
液体を捨てる回路で石を作って製造サイエンスパックを止まることなく生産し、ウルカヌスで掘削効率の無限研究を進めていきます。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。